なたの手を見てください。それが本当に自分の手だとわかりますか？答えは明白だと思う人はゴムの手の錯覚を未経験でしょう。この実験ではダミーの手が目の前に置かれ、本物の手はついたての後ろに隠されます。両方の手が同時に鉛筆で撫でられます。ダミーの手は自分のものでないと分かっていても、結局は自分の手のように思えてきて、ナイフで脅されると引っ込めずにいられないのです。これは一時的なトリックかもしれませんが、実はより大きな真実を示しています。私たちの体、つまり物理的生物学的な要素と、私たちの心、つまり思考や意識の面とは複雑に絡まり合った関係にあることです。あなたやあなたの自己を主に定義づけるのはどちらでしょう？あなたは物理的な体で思考や感情は脳内の生化学的な相互作用の結果として経験するに過ぎないのでしょうか？そうだとすれば心を持つ体です。それとも物理的には存在しないあなたの要素が生物学的な体を外側から操っているのでしょうか？そうだとすれば体を持つ心です。これは体と心は別々かという古い問いを導きます。ある有名な思考実験で16世紀の哲学者ルネ・デカルトは、たとえ私たちのすべての物理的な身体感覚が幻覚であっても、心と思考は存在すると指摘し、彼にとってこれは存在することの究極の証拠でした。それは彼に意識の心はアイデンティティの中核を形成する物質的な体から切り離された何かであると結論付けさせました。意識は物理的に存在しないという考えは、多くの宗教の非物質的な魂における信念に共鳴するものです。そこでは体は魂の一時的な入れ物に過ぎません。もしこれを認めるならば別の問題が浮上します。物理的に存在しない心が物理的な体とどう交流するのか。もし心に体も重さもなく動きもないのなら、どうやって筋肉を動かすのか。できたとしても自分の体だけでなく他人の体は動かせないのはなぜか。このジレンマの解明に創造的な方法を見出した思索家もいます。例えばフランスの聖職者で哲学者でもあったニコラ・ド・マルブランシュは、フォークに手を伸ばそうと考えている時、実際には神が私たちの手を動かしていると主張しました。別の司祭哲学者のジョージ・バークリーは、物質世界は幻想であり心的な知覚としてのみ存在すると結論付けました。心対体の問いは哲学者だけの領域ではありません。心理学や神経科学の進歩に伴い、科学者もこの問いを重視するようになりました。現代の多くの科学者は心と体の間に区別があるという考えを否定しています。神経科学者は、体は身体感覚とともに脳内の活動に深く統合されて、私たちが意識と呼ぶものを形成していると提唱しています。生まれたその日から私たちの心の発達は、体が外の世界と相互作用する中で形作られます。視覚、聴覚、触覚からの情報が脳内で新たな地図と表象を作り出し、それが自己という経験を調整する責任を負うようになるのです。私たちは五感以外の感覚も持っています。平衡感覚や身体各部位の総合的位置の感覚などです。例のゴムの手の錯覚や仮想現実下での同様の実験は、感覚が自己を判断する際、私たちを簡単に欺けることを示しています。また、体や外の世界から受けた感覚は主観的な意識から分離できないことも示唆しています。もしこれが真実なら、デカルトの実験は最初から間違っていたのかもしれません。結局のところ、音のない部屋で目を閉じても体が存在するという感じを想像の彼方に追いやることはできません。この心と体の問題は、将来のテクノロジーを考える際に興味深いものとなっています。例えば神経義手や装着型ロボットなど、体の拡張となりうるものです。また心のアップロードなど急進的なアイデアもあります。これは体なしに永遠に生き続ける可能性を示すもので、人間の意識をコンピューターに転送するというのです。もし体が脳内で深くマッピングされているならば、自己の感覚を新しい装着型デバイスに拡張することで、私たちの脳は新しい感覚表現が再構築された体にも適用できるかもしれません。意識をコンピューターにアップロードするなんて、物理的な感覚を提供できる体をシミュレートできない限り無理かもしれません。体が意識の構成要素であり、逆もまた真という考えも新しいものではありません。
仏教思想やハイデガーからアリストテレスの哲学者たちの著作にもあります。しかし今のところ自己とは正確には何なのか明確な答えを持っていません。私たちはデカルトが提唱するように体を持った心なのでしょうか。あるいは進化の数百万年の間に大きな脳とより多くのニューロンを得て意識を獲得した複雑な生物体なのでしょうか。それとも想像もしていないような全く別の何かなのでしょうか。テッドエドは多くの言語で人々に高品質の教育コンテンツを無料で提供しています。パトレオンへの寄付でこの非営利活動をぜひ支援してください。チャンネル登録もお願いします。